仕事をしないと生きられない。その生きるために必要なお金を稼ぐ元の選択肢がない。今日はなぜ四国から多くの若者が消えていっているのかというお話です。はい、こんにちは。私は愛媛県で生まれ育ちました。はい。これ何回もお話ししてるんですけど、もうね、聞き飽きたよかもしれないんですけど、私は四国、愛媛の田舎の小さな町に住んでます。そして正直に言うと私自身も何度かね、四国を離れたいと思って実際に離れて生活をしたことがあります。で、やっぱり実際ね、私の友達もね、多くの友達は四国を離れていきました。やっぱり高校の後が多いですね。地元を離れるのは高校を卒業して大学に行くか、進学するか、都会でお仕事をするか、就職活動をするかっていうところなんですけども、やっぱり皆さん東京、大阪、福岡、時々、海外に行く方もね、いたんですけども、やっぱりここで不思議なことっていうのが、皆さんやっぱり四国がね、自分の地元が嫌いだから離れたっていうわけではないんです。じゃあなぜね、多くのその若者たちがね、四国からね、離れていっているのかというところなんですけども、今日は四国で育った私の視点からお話ししていきたいと思います。はい。まず、四国が嫌いじゃないということは覚えておいてください。はい。みんなね、四国なんか嫌だ。四国大嫌いっていう気持ちでね、出ていくわけじゃございません。はい。むしろね、四国は好きな方が多いんじゃないでしょうかね。やっぱり自分の地元なんで。はい。食べ物とか自然、家族、友達、地元の人々。はい。結構みんな地元が好きな人は多いと思います。本当にいい場所です。はい。でも出ていく。これは矛盾してますよね。これ面白いとこです。でもなぜかというとね、やっぱり若い人って選択肢を求めますよね。はい、高校生の頃の私もそうでした。ずーっと考えてました。いつか大きな町で働きたいって。はい。やっぱりね、違う環境とか違う人、違う生活をしている人を見たい。新しい人に出会いたい。やっぱりこれって四国だけに限らず、世界中の田舎で起きていることなんじゃないかなと思います。はい、やっぱり若い人は挑戦をしたいですよね。そして大きな都市には選択肢があります。はい、ということです。嫌いというわけじゃございません。で、結構ね、ここが重要点なんですけど、仕事の問題ですね。はい。これ、現実問題、田舎が好きだから、この町が好きだから、ここにずっと住みたいです。でも、仕事がね、あの、あります。あるけど、選択肢が狭まります。これ、現実です。はい。私もこのね、問題に何度も直面しました。やっぱり都会にはね、仕事が多い。職種も選ばない。もうとにかく仕事の幅があります。で、業界も企業も多いんで。はい。だからね、進学とか就職をきっかけに資格を離れる人が増えてしまいます。で、結局私の周りもそうですよね。大学進学、就職となれば、やっぱりみんな友達が県外に、海外にっていうことになっておりました。で、あのやっぱり四国の人の中にもね、若者はね、いつか東京に住みたいとかね、大阪に住みたいっていう友達、私の周りにもたくさんいました。テレビとか SNS とか映画とかね、やっぱり日本の中心として描かれるのはいつも東京だったんですね。はい。だから皆さんそこで生活するのはね、やっぱり憧れ的存在は東京です。はい。でもやっぱり四国を離れた人ほど、意外と四国について話すようになるんです。これは自分の経験もそうですけど。はい。やっぱり子供の頃に気づかなかったこの四国の良さが見えるんですよね。人の良さとか、この気候の良さだとか、海とか、自然、夕日、人との距離感とか、静かな暮らしとか。で、やっぱり結局ね、帰る人もいるんですよね。結局、その都会でのこの日本の今のこの生活のこの物価がね、やっぱり都会でってなると高いんですよね。円で生活、それをこの円で給料をもらっ
ってその給料で都会でやりくりするっていうのはなかなかね、現実難しくなってきてるんで、結局こう田舎のこういうちょっと、なんていうかな、スローライフというかね、いや、若干ほら、なんていうかな、ほら、ほら、東京に比べるとね、こうやっぱり、この小さい田舎の町だと物価がちょっと差があるんで、比べるのね。はい。なんで結局 U ターンして帰ってくる人も現実多いみたいですね、最近ね。はい。で、一度都会に行く、経験する、そして帰ってくる。まあ、家族のため、子育てのため、自分らしい暮らしのためとかね、いろいろあります。でも全員ではもちろんございません。でもそういう人も増えております。で、結局ね、その四国を離れるっていうのはさっきもお話ししたんですけど、仕事がないっていうのがね、これ大問題なんですよね。私も結局これ直面したことがあって、あの、都会に住みたい、初めて17歳の時に都会に行って、ちょっとそこにいて、で、いろいろ経験したけど、やっぱり都会の人とは波長が合わない。キラキラしてすごい憧れはあるけど、やっぱりみんな強く感じる。自分を持ってそれなりの志を持って夢を追いかけてきてる人たちが多いので、やっぱり生半可な気持ちじゃこの東京にはいられないって私は思いました。なんで私は田舎、地元に戻って地元のこうちょっとキラキラした世界でお仕事をしようかなと思って、結構アパレルの仕事をずっとやっておりました。はい。でもね、その結局そのアパレルの仕事っていうのも、そのお店が入ってるのって、その大きい大型のスーパーマーケット、まあショッピングセンターですよね。ショッピングモールに入っている服屋さんとかアクセサリー屋さんだったんですけど、やっぱりそこで数年働いていくと、やっぱりこう、その当時のお店の状況とか働く環境によって選択肢がね、やっぱりなくなるんですよね。私自身がその店で続けたい、働きたいと思っても、この会社の理由で会社が倒産になりましたとかってなると、会社がなくなっちゃうわけですよ。つまり私の働き口がなくなります。はい。ってなると、ただでさえ選択肢が少ない中の会社が倒産ってなると、ます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 選択肢がちっちゃくなっていきますよね。はい。っていう、その結局私結構人生で自分がしたい仕事っていうのは結構全部してきたので、やっぱりでもそのためにぶち当たりますよね。これをしたいけど、でもこれじゃない。これをしたけど、でもこれじゃなかったっていう、やっぱり選択肢がないことに対する不満はやっぱりよくぶつかりました。なんで、こう、一通りのね、職種というか、まあ、自分がしたい仕事を結局やってきた中で、今ね、この仕事、もう2年、約3年目になるんですけど、この仕事。やってきて、やっと安定してきたかなと思ってるんですけど、この仕事を本業とする前は、やっぱり不安でした。毎日不安でした。私、この四国って結構その工業地帯というか、産業というか工場、特に私の町工場が多いかなと思うんで、その工場系の仕事が多いんですよね。その流れ作業というか、みんな同じ服を着て、物のパッキング、こう流れてくるものを箱に詰めたりだとか、そういう工業、なんていうかな、人と話をするんじゃなくて淡々と仕事をする仕事がたくさんあります。工場系の仕事がね。でもそれって私がしたい仕事じゃないんですよね。はい。私、人と話す仕事がしたい人なんで、その、なんていうかな、その、選択肢が本当に私の中でなかったんです、当時。なんで、やっぱり若い時ってやっぱりこう、キラキラしたものに憧れる人が多いんで、そういう人たちは、この、都会が、田舎が好きだけど、でも選択肢がないから都会に行きます。でも都会に行くと生活がきつくなって結局帰ってきますっていう、その、ちょっと負のループじゃないけど、ちょっとね、うまく循環しないことが、この田舎から出ていく。
多くの若者が出ていく一つの理由なんじゃないかなと思います。本当にね、この街いい場所なんで、もっとこの市とかが頑張ってもらってね、こう大きい施設というか、もっと愛媛を盛り上げましょうみたいなね、イベントをもっと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 作っていただけたらね、本当にいい場所になると思います。若者が輝ける場所を作っていただきたいですね、私は本当に。はい。で、これがまあ私が結局このコンテンツというかね、この海外の方に四国をおすすめというかね、紹介するようにしたいなって思ったのもその一つで、本当にいい場所なんですよ。でも、いい場所なんだけど、私強くはおすすめできないっていうのがやっぱり田舎だから、この、することに限りがあるってことなんですよね。観光地がないから、見るものも正直少ないし、派手にこう楽しめるものも少ない。それがちょっとネックですね、私の中で。はい。そういうことです。で、まあ、こう、いろんなこう、海外とか外の経験をしたからこそ、この今のこの四国について私はいいって思えることがたくさんあって、で、この四国に若者を返してほしい何様って感じなんですけど、もっとね、若者が輝ける街づくりをね、こう、四国の人たち、四国の政府さんが、県庁さんが頑張っていただいて、で、そういう場所がね、できるようになれば私はいいんじゃないかなと思っております。はい。若者のいい未来を願っております、私は。はい。ということで、皆さんができることは、ぜひ四国に来てください。はい。愛媛に遊びに来てください。はい。もっと四国をね、皆さんと一緒に盛り上げていけたらなと思ってます。ぜひ来てください。はい。今日はね、はい。なぜ若者が四国から消えていっちゃっているのかというお話をしました。その理由は、仕事の選択肢がないから。仕事をしないと生きられない。その生きるために必要なお金を稼ぐ元の選択肢がない。少ないからということでした。はい、聞いてくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。